朝鮮半島南部に位置する韓国。目覚ましい経済発展と民主主義国家である韓国には、その輝かしい成果の裏に決して平坦ではなかった苦難に満ちた民主化の歴史が存在します。今回は韓国の民主化への苦難と抵抗の軌跡をテーマに、西朝鮮の終焉から大韓民国の建国、そして現在に至るまでの韓国が歩んできた激動の道のりを史実に基づいて紐解いていきます。民族の次男、西朝鮮の崩壊から植民地時代。韓国の民主化の歴史を語る上で、まずその礎となる民族次男の時代から振り返る必要があります。19世紀末から20世紀初頭にかけて、朝鮮半島は列強の思惑が交錯する国際情勢の渦中にありました。長きにわたり独立国家として存在した西朝鮮は、外圧に抗しきれず日清戦争、日露戦争を経て日本の影響下に置かれていきます。そして1910年日韓併合により、朝鮮半島は日本の植民地となりました。植民地時代、朝鮮民族は民族文化の抑圧、経済的収奪、そして教育や政治的権利の制限に直面しました。しかし、こうした抑圧に対し、独立を求める声が絶えることはありませんでした。1919年3月1日、非暴力、平和的な独立運動である3.1運動が全国に拡大。これは日本の武力によって鎮圧されますが、国内外に朝鮮民族の独立への強い意志を示すこととなりました。独立運動は国内外に広がり、上海に大韓民国臨時政府が樹立されるなど、独立への道が模索され続けました。第二次世界大戦が終結し、日本が降伏すると、朝鮮半島は35年間の植民地支配から解放されます。しかし、独立の喜びもつかの間、新たな試練が待ち受けていました。冷戦体制下の世界において、朝鮮半島はアメリカとソビエト連邦という2つの超大国によって北緯38度線で分断されることになります。分断と建国、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の誕生。この時代、朝鮮半島には異なるイデオロギーを持つ2つの国家が誕生します。この分断こそが後の韓国の歴史、特に民主化の道のりを大きく左右することになります。1948年8月15日、アメリカの後押しを受け、南に大韓民国が建国され、初代大統領には独立運動家であるイ・スンマンが就任します。その直後の9月9日には、ソビエト連邦の支援を受け、北に朝鮮民主主義人民共和国が建国。キム・イルソンが国家の指導者となります。このように、朝鮮半島には資本主義と共産主義、異なる体制を持つ2つの国家が並び立つことになりました。韓国ではイ・スンマン政権が建国当初から強力な反共主義を掲げ、政権の安定を図るため、次第に権威主義的な傾向を強めていきます。1950年6月25日、北朝鮮が南進を開始し、朝鮮戦争が勃発。この戦争は3年にわたる激戦となり、国土は荒廃、おびただしい数の犠牲者を出しました。戦争は1953年に休戦協定が結ばれますが、南北間の分断と敵対関係は固定化され、韓国社会に深い傷跡を残しました。この厳格な冷戦状況は、イ・スンマン政権の反共政策と強権政治を
正当化する口実として利用されることになります。イ・スンマンは長期政権を維持するために憲法改正を強行し、民主的な手続きを軽視する姿勢を明確にしました。特に1952年の釜山政治波動では、野党議員の逮捕や戒厳令の発布を通じて政敵を排除し、自身の権力基盤を強化しました。そして1960年の大統領選挙では露骨な不正が横行します。これに対し学生を中心とした国民が立ち上がり、4月革命が勃発します。大規模なデモと市民の抵抗により、イ・スンマンはついに大統領の座を追われ、ハワイへ亡命します。4月革命の後、韓国は短期間ながらも議院内閣制を導入し、民主主義への希望が芽生えます。しかし、この不安定な民主主義は長続きしませんでした。軍事政権の時代、開発独裁と抑圧。短命に終わった民主主義の時代は、軍事クーデターによって終わりを告げます。1961年5月16日、パク・チョンヒ少将が主導する軍事クーデターが発生します。パク・チョンヒは、腐敗と無秩序を理由に政権を掌握し、国家再建最高会議を設置。その後、第5代大統領に就任し、長期にわたる軍事政権を確立します。パク・チョンヒ政権は、経済開発を最優先課題とし、輸出主導型の経済成長政策を強力に推進しました。特に、日本からの援助によるインフラの整備では、ハンガンの奇跡と呼ばれる目覚ましい経済成長を達成し、韓国社会の近代化を加速させました。しかし、その一方で、政治的には国民の自由と権利を厳しく制限する開発独裁体制を敷きました。政権に批判的な言論や活動は徹底的に弾圧され、国家保安法を盾に多くの民主化運動家が投獄されました。1972年には維新憲法を制定し、大統領の権限をさらに強化。事実上の終身大統領制を導入し、国民の直接選挙権を奪いました。この強権的な政治に対し、学生や知識人、宗教界を中心に民主化を求める声が高まりますが、政府は非常戒厳令の発令や緊急措置権を行使し、反政府運動を厳しく取り締まりました。しかし、独裁体制は永遠には続きませんでした。1979年10月26日、パク・チョンヒ大統領は側近によって暗殺され、およそ18年続いたパク・チョンヒ時代は幕を閉じました。国民は民主主義への期待を抱きましたが、その希望は再び軍によって打ち砕かれることになります。光州事件と新たな軍事政権、血塗られた民主化への道。パク・チョンヒ暗殺後、短期間の政治的空白が生じますが、その隙を突くように、再び軍部が権力を掌握します。1979年12月12日、保安司令官であったチョン・ドゥファンを中心とする軍の主要勢力が軍事クーデターを起こし、軍の実権を掌握します。そして、1980年5月17日、チョン・ドゥファン政権は全国に非常戒厳令を拡大。民主化運動を弾圧し、政権への批判を封じ込めようとしました。この戒厳令拡大に対し、翌日の5月18日、南部の広州市で学生や市民が民主化を求め、大規模なデモを開始します。軍はこれに対し、空挺部隊を投入し、武力による強硬な鎮圧に乗り出します。デモ隊は市民の協力を得て、武器庫を襲撃し、
市民軍を結成して抵抗しましたが、圧倒的な軍事力の前に制圧されました。これがいわゆる光州事件というものです。光州事件は多数の死傷者を出した血塗られた悲劇として韓国の民主化の歴史に深く刻まれました。政府は事件を暴動と称し、情報統制を行いましたが、やがてその真実は国内外に知れ渡り、チョン・ドゥファン政権への国際的な非難が高まります。光州事件は韓国国民に深い傷跡と民主化への強い渇望を残し、後の民主化運動の大きな原動力となりました。チョン・ドゥファンは光州事件の鎮圧後、チェ・ギュハ大統領を退かせ、自ら大統領に就任。強力な独裁体制を確立します。しかし、この軍事政権に対する国民の抵抗は着実に拡大していきました。民主化宣言と文民政権の時代、市民の勝利。光州事件の悲劇は国民の民主化への意志をより強固なものにしました。そして1980年代後半にはついに民主化の大きな転換期を迎えます。1987年、チョン・ドゥファン政権下の国民は大統領直接選挙制の導入と民主的な憲法改正を求め、大規模な6月民主構想を開始します。全国各地で学生、労働者、市民が一体となってデモを繰り広げ、政府に対する圧力を強めました。光州事件の記憶が鮮明に残る中、国民は再び立ち上がったのです。国民の強い抵抗と国際社会からの圧力に直面し、ついにチョン・ドゥファンの後継者と目されていたノ・テウは同年6月29日、民主化宣言を発表します。この宣言には大統領直接選挙制への改憲、言論の自由の保障、地方自治の実施などが含まれていました。これは韓国の民主化運動の歴史における画期的な勝利でした。民主化宣言後、同年12月に行われた大統領選挙ではノ・テウが当選します。しかしこれは民主化への第一歩に過ぎませんでした。その後、1993年には長年の民主化運動家であったキム・ヨンサムが軍人ではない初の文民大統領として就任。真の意味での民主主義が確立されていきます。キム・ヨンサム政権は過去の軍事政権の清算に取り組み、歴史の再評価や不正腐敗の追放などを実施しました。1997年のアジア通貨危機という国難も経験しますが、キム・デジュン、ノムヒョンといった歴代大統領の下で韓国の民主主義はさらに進化していきました。彼らは南北関係の改善にも取り組み、太陽政策と呼ばれる融和政策を推進しました。現代の韓国民主主義と弾劾裁判。キム・ヨンサム政権以降、韓国の民主主義は進化し、国民の政治意識も一層高まりました。しかし、その過程で民主主義国家としての成熟を試される大きな出来事を経験します。1997年のアジア通貨危機を乗り越え、キム・デジュンは太陽政策を推進し、南北関係改善に尽力しました。続くノムヒョン政権も国民参加型政治を掲げ、権威主義的遺産の清算を進めます。しかし、ノムヒョン大統領は2004年に国会で弾劾訴追され、一時的に職務が停止されるという事態に直面します。これは憲政史上初の出来事であり、国民の間に大きな衝撃を与えましたが、憲法裁判所が訴追を棄却し、職務に復帰しました。この一連の動きは
民主主義国家における権力分立と国民の監視の目を改めて示すこととなり、その後保守政権であるイ・ミョンバク、そしてパク・クネが政権を担います。パク・クネ大統領はセウォル号沈没事故の際の不手際に加え、親友による国政介入疑惑が浮上し、国民の強い批判にさらされます。2016年には大規模なろうそく集会と呼ばれる抗議デモが全国各地で展開され、国民は辞任を要求。そして2017年、国会はパク・クネ大統領の弾劾を訴追し、憲法裁判所はこれを認める判決を下しました。これにより、パク・クネは韓国史上初めて弾劾によって罷免された大統領となります。これは民主主義国家において国民が権力者を退場させるという非常に重い意味を持つ出来事でした。弾劾後の大統領選挙で当選したムン・ジェインは南北融和政策を再び推進しました。現代民主主義の新たな試練、戒厳令発布とその波紋。長い苦難の歴史を経て成熟したかに見えた韓国の民主主義は2024年12月3日夜、予期せぬ事態に直面します。ユン・ソンニョル大統領が突如として全国に非常戒厳令を発布したのです。ユン大統領は戒厳令発布の理由として野党による国政の麻痺とこれによる国家の危機を挙げました。特に与党が進める法案への野党の抵抗や国会の機能不全を強調し、これを国家の安全保障と経済への脅威であると主張しました。戒厳令の内容は国会の活動停止、政治活動の禁止、言論出版の自由の制限など国民の基本権を大きく制約するものでした。しかしこの戒厳令発布は国内外に大きな衝撃と混乱をもたらしました。韓国国民は軍事政権時代を想起させる突然の措置に対し即座に強い反発を示しました。国会では与野党が戒厳令の解除をめぐって激しく対立し、野党主導で弾劾決議案が可決される事態へと発展しました。国民もまた深夜にもかかわらずソウル中心部に集結し、戒厳令撤回を求める大規模な抗議活動を展開しました。国際社会もこの事態を重大な懸念とともに注視しました。アメリカや日本をはじめとする主要国は事態の平和的解決と民主主義的プロセスの尊重を求める声明を発表し、韓国政府に自制を促しました。国際的な金融市場にも動揺が走り、韓国経済への影響も懸念されました。戒厳令発布からわずか数時間後、国民と国会の強い抵抗、そして国際社会からの圧力により、ユン大統領は戒厳令を撤回するに至りました。これは韓国国民が長年にわたる民主化運動を通じて培ってきた民主主義を守り抜く強い意志と、権力に対する揺るぎない監視の目が現代においてもなお健在であることを示した出来事と言えます。この一連の事態は韓国の民主主義が成熟したとはいえ、なおも試練に直面する可能性を秘めていることを示唆しました。大統領による異例の措置、そしてそれに対する国民と議会の迅速な対応は、民主主義の脆弱性とそれを守るための不断の努力の重要性を改めて世界に問いかけるものとなりました。ユン・ソンニョル政権による戒厳令発布とそれに続く撤回は、韓国の民主化の歴史における新たな1ページとして刻まれることでしょう。これは民主主義が単なる制度ではなく、国民一人一人の意識と行動によって常に守られ更新されていくものであることを現代の私たちに示唆する出来事となりました。そして
ユン・ソンニョル政権を経て、国会ではイ・ジェミョンが新たな政治勢力として注目されています。未来への課題、成熟した民主主義の行方。激動の歴史を経て、現在の韓国では定期的に公正な選挙を実施し、言論の自由は保障され、市民社会は活発に活動しています。政府の不正に対する国民の監視の目も厳しく、大規模な市民デモが政治を動かす事例も幾度となく発生してきました。これは過去の苦難の歴史が国民の間に強い民主意識を育んできた証と言えるでしょう。しかし依然として課題がないわけではありません。南北分断は依然として解決されておらず、安全保障上の脅威は存在し続けます。また経済格差の拡大、少子高齢化、若者の雇用問題など社会の歪みも顕在化しています。さらに過去の歴史認識をめぐる国内外の議論も常に存在するテーマです。韓国の民主化の歴史は権力による抑圧に対し国民が粘り強く抵抗し、自由と民主主義を勝ち取ってきた道のりです。それは民主主義が与えられるものではなく、国民一人一人の不断の努力と犠牲の上に築かれるものであることを示しています。光州事件に象徴される血塗られた記憶は韓国国民の心に深く刻まれ、民主主義の価値を守り続けるための重要な教訓として現代にも息づいています。韓国の民主主義はこれからもさまざまな試練に直面するでしょう。しかし過去の苦難を乗り越えてきた経験と民主主義を守り抜こうとする国民の強い意志が、その未来を開いていく原動力となるはずです。私たちは韓国の民主化の歴史から民主主義の尊さ、そして市民が声を上げることの重要性を学ぶことができます。今回の動画が参考になったとお感じになったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマがあったらコメントでお知らせください。次回も一緒に歴史の真実をめぐる旅に出かけましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。